今日使うお花はこちら、スーパーで買ってきた299円の花束1袋と、100均で買ってきたこちらのちょっとした器なので、合わせて税込み440円、500円以内に収まりましたね。ワンコインでも綺麗なお花が飾れるんだよというところでやっていければと思います。で、今日の内容ですと、がっつりと撮影してもよかったんですけど、実は今日ね、これ2本目の撮影にあたりまして、ちょっと疲れちゃったので、ゆるーく撮っていければなと。内容はめちゃくちゃ濃いと言いますか、私が普段から意識していけてるポイントになりますので、初心者の方もね、今回の動画参考にすると、ちょっとしたお花とか器でも一気にプロ級のお花いけれると思いますので、何か参考にしてもらえればと思います。で、今日の花材がこちらの3種類ですね。3本入っていまして、1種類目がこの可愛らしい実をつけるのが特徴的なヒペリカム。結構実の立派な綺麗なヒペリカムでしたね。スーパーのお花ですけど、これは割と状態が良さそうだな。状態の良さそうなのを選んできたっていうのはあるんですけど。で、2種類目がこちら、スプレーカーネーション。枝分かれしたカーネーションですね。小花がいくつかついています。ちょっとしたお花ですと、こうやって枝分かれしてる方がいけやすいと思うので、これも今日の動画を見て参考にしていただければなと。スーパーのお花ってこうやって違う種類が1本ずつ入ってることが多くて、一輪タイプのカーネーションだとちょっと喧嘩しちゃうんじゃないかなというところなんですけど、こういう枝分かれしたタイプというのは空間も取りやすいですし、そんなところも今回いけながら皆さんにお伝えできればなと。で、3種類目がこちら、アレカヤシですね。爽やかな葉っぱ。これもお花を選ぶ時の一つのポイントにしていただければと思うんですけど、全部がお花だとそれをこうやって束ねてアレンジメントとしてフォンといける分には全然問題ないんですけど、生け花として飾るとなった時に少し空間に働きかけるようなものがあるといいんですね。で、もしこの2種類だったら、私ならスプレーカーネーションをこうやってスッと伸びやかにいけるかなと思うんですけど、いかんせん1本ずつなので、お互いの花材というのがきっぱりと分離してしまう。下の部分にヒペリカムがあって、上の部分にカーネーションが固まってしまうと。ただ、今見てもらったように、ヨシンバこうヒペリカムとスプレーカーネーションを束ねてアレンジメントっぽくなったところでも、こういった花材があるとそれを核にしてスッと伸ばすことで空間に働きかけるような伸びやかなお花にすることができると。これがアレンジメントと生け花のまた一つ大きな違いですね。今日はそんなところでいけていこうかなと思うんですけど、皆さんこうやって買ってきたお花、ある程度の長さに切るとは思うんですけど、切った状態でそのまんまこう花瓶にスッと刺していないかな。イメージとしてはこんな感じ。これでも十分に綺麗に飾れはするんですけど、私たちプロが見ると下の部分がかなり透けてると言いますか、ただ花瓶にこう刺しただけっていう印象になってるんですよね。じゃあどうすればプロっぽく生けられるのかというところで今日はお伝えできればなと。やっぱ1日2本撮りは結構きついですね。今毎週金曜日に動画更新してまして、楽しみに切れるんかい。今いいお話しようと思ったのに。はい、ということで今ね、毎週金曜日に動画1本更新してまして、あとはショート動画何本か更新してるんですけど、やっぱね、どんだけ忙しくてもそれは外せないなと言いますか、楽しみにしてくれてる方がたくさんいるので、たくさんいるかな、いてくれるといいな。なるべく時間のある時に取りためておければなと。よし、そしたらまずこちらのヒペリカムを生けていきたいと思います。で、こういった少し大きめの葉っぱがついている花材というのは有効的というか結構便利でして、このチャンネルでたびたびご紹介している器と花材の接点っていうのが葉っぱでこう作りやすいんですね。ちょっと見てもらうか。さっき見てもらったようにこのまんまスッといけてしまうと、器と花材の接点というのがないので、やはりそのまんま花瓶にスッと突っ込んだだけという印象を受けてしまうんですけど、少しでも上の部分、生けるお花と花瓶とに関わりがあると一気に器と花材に一体感が生まれます。で、花で作るという手もあるんですけど、今日の花材ですとスプレーカーネーションだと関わり作ろうと思うとこんな感じになると思うんですけど、この一輪が小さいのでかなり狭いというか、一応接点にはなってるんですけど、こうやって作るのが難しいっていうのもありますね。これも何が難しいかというと、基本的に植物というのは茎がスッと伸びて花がポンと咲くので、このお花で接点をこう作ろうと思うとかなり斜めに刺さないと、花瓶にただ刺しただけだと立ち上がってしまうというところで、うまくこういうちょっと曲がりのある花を生かすと、そのまままっすぐスッと入れても前にグッと来てくれてるので、器との接点は作りやすいんですけど、なんとなく作りにくいっていうの伝わったかな。でもこういう幅広の葉っぱがあると、まず葉っぱというのは茎から横にスッと伸びてるので、このまんま茎をまっすぐ刺しても器の口からこう広がってくれるというところで接点が作りやすいっ
っていう感じ。またさらに言うと葉っぱこう何枚もついてるので、例えばこの分岐の部分、葉っぱが出ててさらに上に茎がスッと伸びてるこの部分ですね。ここでハサミを入れて、で上の花の部分、今回ですと実ですけど、主役の部分と、あとこういった葉っぱの部分としても分けることができます。なので極端な話、これだけでいけても器と上の花材の部分で接点が生まれると、そうやって茎の下の部分についてる葉っぱ、本来ですとここのメインの部分を生けるために短くして捨てるものを、後から足したりして有効活用することもできるんです。そういったところがこういう葉っぱがついてる植物の利点ですね。ただ今日は切り取った上のメインの部分にも葉っぱたくさんついてるので、今の葉っぱの部分使わなくてもこれで接点は生まれるんじゃないかな。ということでまず1本目は口元に接点を作るように生けていく。こんな感じ。ちょっと葉っぱが多くて逆にボテボテっと感じる場合は、他の花を生けた時に全体のバランスを見て葉っぱを後から落とすということはできるので、とりあえず1本目はこんな感じ。これで1つ目のポイント、器との接点ができましたね。もうこのまんまちょろっと生けてもおしゃれですね。でもやっぱこういったお花が入るとより華やかになるので、続いてこちらスプレーカーネーションを生けていく。で今回の花材ですと、さっきお話したようにあんまり高い位置に生けると下の部分がヒペリカムで上にスプレーカーネーションの花という感じで上下で分離してしまうので、最初に生けたこのヒペリカムと関わりが出るように、でも少し伸びやかに生けていければなと。このまんまでもやっぱちょっと分離してる感じしますよね。じゃあどうしようかなというところなんですけど、そこで便利なテクニックというか有効的なのが、この下の部分で枝分かれしてる花を今回は1本でいいかな、落としてしまうと。で今落としたこの1本をヒペリカムと関わるように生けていきます。ちょっと低めに。で生け花ってお花同士の空間とか間合いというのがとっても大切なんですけど、1本は関わるように入れるので、このヒペリカムともくっついちゃっていいんじゃないかなと。でこれでスプレーカーネーションとヒペリカムに関わりができたので、もう1本は少し高い位置に生けてもあまりこう分離してる感じは出てこないですね。ただ高い位置といってもあんまり高すぎると、最初の1本目のこのスプレーカーネーションとちょっとまた間が抜けてしまうので、今見てもらったこの辺りがいいのかな。ちょっと中心からふっと抜けるような感じで、こんな感じでスッと飛ばしていくと、いかがですかね。これだけでもまたちょっとしたお花としてこのまま飾れそうですね。でここが今日お伝えしたかった2つ目のポイントというか、私なりの極意なんですけど、こういった器と花材との関わりや花材同士の関わりというのを中心部分丁寧に作り込んであげると、あとはこういったものをどの角度にスッと伸ばしても綺麗にまとまるんですね。このまままっすぐすっきりとスッといけるのもかっこいいでしょうし、ちょっと傾ければゆったりとしたおおらかなお花になりますね。またこのアレカヤシという花材は茎が柔らかくてしなる性質があるので、先端部分をこうやってくるっと丸めて、この辺りで針金で留めると、こういったちょっとおしゃれな形にすることができます。なのでこの状態でフッと入れるとまたちょっと雰囲気違ってきますよね。普通にゆったりいけてもいいんですけど、私はどちらかというとこういったこの植物でしかできない表現とか表情、そういったものを引き出して、でよりおしゃれだったり面白く、はたまたちょっと見た人をドキッとさせるような、そんな華道家を目指していろんなお花生けているので、やっぱ私の色ちょっと出していこうかなと。なのでここで針金で留めていくんですけど、こういった糸状の細い針金なんていうのも売ってまして、こういった造形的なお花を生ける上では必需品なんですけど、必需品ですよね。これで先端部分をピッと留めていくと OK。 こんな感じ。さっきのすっきりとしたアレカヤシの姿も爽やかで綺麗なんですけど、またちょっと雰囲気が違ってくるんじゃないかな。そしたらこれを生けていく。こんな感じでスッと入れるといかがですかね。こういったちょっとしたテクニックを用いれば普通に刺しても綺麗なんですけど、また一つワンランク上って言いますか、よりねプロ感の出るおしゃれなお花になるんじゃないかなと。でさっきお伝えしたように中心部分綺麗にまとまってるのであれば、なんかお庭に咲いてるものとかでもいいと思うんですけど、こういったものを足すとより伸びやかにいけることができますし、たまたまこちら教室にレンギョウがあったんですけど、先端のこのひょろっとした部分が面白いので、この特徴を生かしてスーパーのお花ワンコインではなくなっちゃうんですけど、ちょい足しっていうところでより印象的な作品にしていければと思います。ということでこれを最後に1本足して完成。このレンギョウの面白い線が器からひょろっと伸びるようなイメージで、こんな感じですかね。ちょっと見切れちゃってるな。いかがでしょうかね。これでさっきよりも伸びやかでスケールの大きいお花になったんじゃないかな。で全体のバランスを見て最後に葉っぱをこんな感じでさばいてあげると軽くなるんでね。
これでスーパーのお花1袋と100均の器、あと最後に1本だけちょい足ししたんですけど、たったそれだけで飾れるちょっとしたお花が出来上がりました。よろしければチャンネル登録、高評価、ポチッとお願いいたします。それではまた次回、バイバイ。